今日は新型のアストンマーチンバンテージを東京のストリートで走らせています。今日は結構気温が低くて今摂氏1度です。ということでタイヤがね全く今まだ温まってない状態なんで少しゴロゴロいってる感じがするんですけれど、これだけね気温が低いと走り始めは仕方がないと思いますけど、そのうち馴染んできてこのゴロゴロ感がねだんだんなくなっていくと思いますけれども、このね新しいバンテージなんですけどものすごくかっこいいんですよね。でこのスタイリングどこかで見たことあるなと思ったら、伝説のねハイパーカーである177、こちらのデザインをモチーフに採用されたということで、なるほどなっていう、フロントマスクのね精悍さといいかっこよさといい、ものすごくね押し出しの強いデザインですけれども、これぞアストンマーチンっていう素晴らしい顔になったと思います。今ね走行モードはデフォルトのスポーツを選択して走り始めたんですけれども、もうね時速30キロぐらいでもすごく高性の高いシャシーだなっていうことがもう走り始めてすぐに気がつくんですよね。それで不快なね振動が一切なくて、サスペンションはねビルシュタイン製の DTX という新しいアクティブダンパーが装着されているそうなんですけれども、もちろんねスポーツモードですからストローク量は少なめなはずなんですが、でもね全然ねその硬いというよりダンパーがきっちり仕事してくれている。そして光合成のシャシーのおかげで無駄な動きを遊びの動きが一切ないんですよね。まるでねブッシュ類を使ってないレーシングカーと同じようなすごくカチッとした、そして路面の凹凸をね拾うんですけれども、決してそれが不快なイメージではないんですよね。むしろねシャキッとしていて、今ねスポーツカーに乗ってるんだなっていう、そんなね自覚も目覚めさせてくれるというような、とても好感持てるそういった動きをしてるんですね。このアストンマーチンは2005年にデビューしたバンテージからずっと正常進化を遂げて、そして今この最新モデルに至るんですけれども、その2005年当時にね僕はバンテージをドライブしてるんですけど、車のパッケージ、そしてドアをね開けると少し斜め上に開くんですけれども、そこのドアシルをまたいでねドライバーズシートに収まる。そしてふっとこう手を伸ばしたところにステアリングがあって、で視認性の良いメーターパネルがあって、そんなねすごくドライバーを中心にデザインされてるなっていうコックピットなんですけど、全くのね新型なんですが、パッと座った瞬間に自分はバンテージのコックピットに座ってるなって、それもね自覚させてくれる。なんかねそういったいいところはねきちっと継承し続けて、そして改良できるところはどんどんブラッシュアップされてきたっていう、そんなね伝統をちゃんと継承しているモデルだっていうことが分かりますね。それでねインテリア初代バンテージからもそうなんですけど、レザーのね仕立て方とかステッチの貼り方とか、あとこの車はカーボンがねたくさん使ってあるんですけど、とっても高級感があるんですね。もうねこの世界ではねアストンマーチンでないと作れないんじゃないかっていう世界観があって、その仕立ての良さとフィニッシュレベルの高さ、これがねさすがアストンマーチンだな。ちゃんと昔からの伝統を継承して、ドライバーがねどういう仕立てだと満足するのかっていうことが分かってるんでしょうね。このねルーフもねアルカンターラなんですけど、
その素材もさることながら仕立てのフィニッシュレベルの高さがね、質感の高さ、これがねすごく高いんですよね。で今回ねこのスイッチ類が全部変更されたみたいなんですが、この物理的なねボタンとそれからコントローラー、これがねすごくカチッカチッとね手応えがあって重厚感があって、とってもこの辺りのね作りはねドライバーとしては嬉しいですね。タッチがしっかりとしているダイヤル類ですから、例えばハイウェイでブラインドタッチでコントロールすることももちろん十分可能で、こういうね今最近は液晶化されて何でもねタッチパネルになっていく方向に行っているんですけれど、きちっとねこういった昔ながらのアナログなねダイヤル式のスイッチ類を残してくれててとても嬉しいですよね。今日の試乗車はとても鮮やかなアストンマーチンレーシンググリーンという名称が付けられている素晴らしいね配色のグリーンメタリックのカラーリングが採用されてるんですけど、それにマッチしたようにねインテリアには高級感のあるアルカンターラをメインとしてカーボン地のねバケットタイプのシートが装着されています。このシートはねシートスポンジ見た目よりは結構厚みがあるんで、とてもそれはね乗り心地に貢献していると思います。このシートならねパッセンジャーに乗ってる方もそんなにね不快な思いはしないと思いますね。こちらの車にはオプション設定のバウアース&ウィルキンスのオーディオシステムが搭載されてるんですけど、このねセッティングがまさに絶妙で、この高級感の高いねインテリアそこに収まって、オートマモードでねゆったりと流しながらオーディオのボリュームをちょっと大きめにするとね、もうアストンマーチンでないと演出できない世界がそこにあるんですね。これはね DBS とかバンキッシュにも共通して言えることだと思うんですけど、スポーツカーであればね音楽はね二の次でいいよとかね、インテリアの質感を軽量化を優先してねドライバーがどう感じるかっていうところについては省略されたりするものなんですけど、アストンマーチンっていう車作りに関してはそこに一切の妥協がないんですね。ですから内装の質感のフィニッシュレベルの高さや素晴らしいオーディオサウンド、そしてタウン速度での乗り心地の良さなんですね。バンテージ今スポーツモードなんで決してねダンピングレートは低くないはずなんですけども、でも一切ね不快な振動はなくて滑らかなそんなねイメージと言っても過言ではないぐらい上質なんですね、乗り心地がね。でもちろんねサスペンションストロークが短いんで路面をそのままこうなぞるような動きはするんですけれども、でもそれがね全然不快じゃない。むしろ自分はね今アストンマーチンのステアリングを握ってるんだって、そういうね先入観念もあるからなのかもしれないですけれども、嫌じゃ乗り心地じゃないんですね。だからこれがねまさにラグジュアリースポーツカーの乗り心地のお手本と言ってもいいかもしれないですね。この辺りのね味付けはやっぱりフェラーリとかポルシェとはちょっと違うんですよね。フェラーリはねもう少し足が動いてくれます。それはもちろんねサスペンションの設定をコンフォートに合わせてるからなんですけれども、この車にね一番似てるというとポルシェの GT3 あたりになるんでしょうか。
ポルシェのね GT3 も足回り締め上げられてるんで、それなりのね硬さを感じるんですけれど、でも GT3 もやっぱりボディ剛性が高いですから、ちゃんとサスペンションが仕事してくれているんで、そんなにね嫌な乗り心地とは感じないんですけど、でも GT3 よりははるかにこのバンテージの方が当たりが柔らかい、そしていなし方が上質と言ったらいいんでしょうか。いやむしろねコツコツ感さえね心地いい感じがして不思議ですよね。この世界観はねやっぱりアストンマーチンならではなんでしょうね。ですからこのバンテージのね、上位ランクに位置する DB12 があるんですけど、そちらもね近いうちにテストドライブしてみたいと思っているんで、とても楽しみですね。あちらの方がねグランドツアラーというそういったね味付けがなされているそうなんで、こういったシティドライブには DB12 の方が当然適してるんでしょうね。フロントにね搭載されているパワーユニットなんですけれど、ミッドフロントに深く低く、完璧なね重量配分を実現するために設計されて搭載されているんですが、その恩恵でね重量配分は50対50という完璧な数値を達成しているんですね。でもこういったね街乗りだとそのあたりは全然わからないんで、どんなねハンドリングバランスを持っている車なのか近いうちにワインディングに持ち込んで試してみたいと思います。でねこのエンジンとそれからリアに搭載された ZF 製の8速オートマティックギアボックスなんですけども、この組み合わせがね絶妙で、まずこういったタウンスピードだと全くエンジンの荒々しさとかね、それからオートマティックトランスミッションもものすごく上質な味付けなんですね。ですからいつ変速したかドライバーが気がつかないぐらい黒子に徹してくれて、でとてもトルクフルなエンジンですから、なんとねトルクは800ニュートンメーターもあるんで、もうこのシティユースではねアクセルに力を入れるか入れないかぐらいのアクセル回路でも十分車が加速していってくれて、でちゃんとね少しスピードコントロールをアクセルでしたいなと思うときちっとねギアもホールドしてくれて、ちゃんと速度をねコントロールできるっていう、そういった乗りやすさもね兼ね備えていて、これがね最大出力がなんと665馬力あるハイパーユニットをドライブしてるっていうね、そういった緊張感とかね全くないんですよね。このあたりもね高級とは何かっていうことをね分かってるアストンマーチンならではのこのドライバビリティの良さなんだと思いますね。いやもうね正直なんとなくは想像はしてたんですけれど、もう完全にね911を超えてますね。ポルシェ911はねいろんなスポーツカーのベンチマークにされているんで分かりやすいんですけれど、911のね良さって僕は普段使いのね使い勝手の高さだと思うんですね。とても高性能なねスポーツカーなのに、もう本当に日常の走りも使えて、なおかつ荷物も詰めて人もそこそこ乗れてね、そして一番の利点はねコンパクトなサイズ感なんですよね。でもねポルシェも992になってからだいぶ大きくなりましたから、おそらくね992あたりからこちらのバンテージにパッと乗り換えてもねほぼ違和感はないと思いますね。
むしろね前幅はこちらのバンテージの方があるんですが、このミラーデザインのせいでね前幅は稼がれちゃってるんですけど、実際のねボディの寸法自体はほぼ同じぐらいですから、まあホイールベースに関してはねバンテージの方が少しあるんですけれど、そういった面をね差し引いてもおそらく911とほぼね同じぐらいコンパクトな印象ですね。いやーでもね本当にこのかっちり感、ボディ剛性の高さはねこのレンジのスポーツカーではナンバーワンじゃないですかね。以前ねフェラーリローマをテストドライブした時にオーディエンスさんからのコメントでアストンマーチンこのバンテージととても比較されたコメントがなされてたんですけれど、このねドライブフィールはねフェラーリとは全く違う世界観ですね。もちろん今回のね新型バンテージのスタイリングが大きく更新された結果、同じねようなって見間違えちゃうっていうそんなね意見もあったんですけど、そういったねことはもうなくなると思うんですが、フェラーリローマはねどちらかというと簡単に言ったらデートカーに近い、ピュアスポーツというよりはラグジュアリースポーツカーでもね、このバンテージに関しては911を超えてると言ってもいいぐらいのボディ剛性の高さやこの足の動きをしてるんで、まさにねピュアスポーツ、そういったところを狙ってきてるんだろうなと思います。そう、この左右のねドアミラーなんですけどフレームレスを採用されていて、このフレームレスミラーすごく視認性いいんですよね。もちろんね左右の張り出し方が他のスポーツカーと比べればとても横に広いんで、そういったね意味でも視認性の高さは高いと言えるんですが、フレームがない分ね余計なものが視界に入ってこないんで、これだけねハイパフォーマンスな車なんで、明日ねハイウェイを走ってみようと思うんで、そういったねところではこの視認性の高さはねミラーを見ている時間がとても短縮されると思いますね。こんなところもね小さな本当にね微差かもしれないんですけど、こういったね細かい微差を詰めてデザインされているところがアストンマーチンがね素晴らしさだと思うんですよね。でもね本当ねこのインテリアの質感の高さ、もちろんね過激なルックスと派手なねカラーリングなんで乗る前からこう高揚感はあるんですけれど、そのねうわーっと上がった高揚感がねこのコックピットにね座った瞬間にスーってこうねなだめられるというかね、これがねこのインテリアの質感の高さ、高級感なんですよね。ですから外観だけをね見てみてしまうととても過激なスーパースポーツカーに自分はこれから乗るんだなって、そういったイメージが強いんですけど、実際ねコックピットに座ってで走らせてみるともう上質な乗り心地と質感の高いインテリアに包まれてね、でさらに素晴らしいオーディオシステムが装着されているんで、もうほんとねオーディオのボリュームを大きくするとなんかそういったねスーパースポーツカーに乗ってるんだなっていうことは一切ね忘れてしまって、もう流す走りだけでもねドライビングに没頭できる、ちょっとね想像以上ですね。本当いい意味でね期待を裏切られたというかね、ここまでね高い質感と
上質な乗り心地と高級感があるとはちょっと思ってなかったんで、嬉しい驚きですね。今ねずっとオートマティックモードで走ってきたんですけど、ちょっとねこれから首都高に乗ってどんなね味付けのハンドリングがされているのかちょっと試してみたいと思うんですけど、せっかくだからミッションはマニュアルモードに変更して、で今ねデフォルトのスポーツモードだったんですけど、スポーツプラスに変更しました。エキゾーストの音が変わりましたね。でね、きっとサスペンションも締め上げられてると思うんで、首都高のね結構目地段差は体にガツンとくるんで、それがねどんなイメージなのか。そうですね、まずスポーツで走り始めてみて、その後スポーツプラスにしてみましょうかね。まずはスポーツモードで行ってみます。でミッションはマニュアルモードですね。だいぶねタイヤもね温まってきてゴツゴツ感がなくなってきたんで、さあどんな走りを楽しませてくれるのか、首都高行ってみましょう。結構ね勇ましいエキゾーストサウンドですね。まだねスポーツモードだとエキゾーストバルブが開いてないと思うんで、それでもねかなりスポーティーなサウンドしてますね。でね目地段差やっぱりストリートとはね違って、それなりに振動を感じるかと思ったら、ちゃんとねスムーズにダンパーが衝撃を吸収してくれてますね。ちょっとこれは驚きだな。ですからもうとてもね平坦な綺麗なね道を走ってるがごとく、今ちょっとねそれなりの大きい目地段差だったんでポンと車が浮きましたけど、でも他の車だったらねこうステアリングやシートにブルンブルンってこうね振動が来るような、そういった目地段差を乗り越えてもねパチッパチッパチッっていうねすごくダンパーがいい仕事をしてくれてるっていうのが分かって、これはね気持ちいいですね。このねショックを吸収するときにね足がスッとねバンプ側が素早く沈むんですけど、その後ねおそらくリバンプ側もねすごく速いスピードで元に戻ってると思うんですね。そうしないとねこの大きい段差を乗り越えた時に車が跳ねちゃうんですよね。で車が跳ねるイコールタイヤが路面から離れてしまいますから、当然グリップを失うっていう、もうこれがねウェットだとハイドロップレーニング現象のきっかけを作ることにもなるんで、そのあたりのね安全性も含めた部分でとてもねダンパーの追従性っていうのは高いものを要求されるんですけれど、特にねこれだけ極太タイヤを履いているねスポーツカーの場合は各メーカー皆さんそのあたりはねとても気を使ってセットアップしてると思うんですけど、いやこのバンテージの足のね感じすごくいいですね。いやでもねこのパワーユニット800ニュートン回るだけあって2000回転あたりからでもね十分パンチのある加速してくれますね。まあレブリミットはね7000回転なんでそれほど高回転型のエンジンではないですけど、トルクバンドがねとても広いんで
これはねちょっとワインディングではすごい扱いやすくて、でねこういったねピークパワーよりもトルクフルなエンジンの方がサーキットでもラップタイムは出しやすいんですよね。なぜかというとやはり加速減速加速減速を繰り返して、特にね大切なのがコーナーの立ち上がりの加速なんですね。でそこはねどうしても回転がね高回転をキープするのが難しいですから、特に低速コーナーからのね立ち上がりはこの高いトルク能力を要求されるんですよね。じゃあこの辺りでね、スポーツプラスモードをちょっと試してみましょう。お、エキゾーストのバルブが開いて少しマフラーサウンドがボリュームが大きくなりましたね。でもねネジ段差を乗り越えた時のマナーはそんなにねスポーツモードと変わらないですね。他のメーカーのねこのモード設定の切り替えをスポーツモードにしたりするとねダンピングレートがかなり上がっちゃうんですけど、バンテージはねスポーツモードとスポーツプラスとほぼ差がないですね。むしろねこのビルシュタインダンパーが素晴らしい仕事をしてるんでしょうね。減水圧がね必ず上がってるはずですから、それでもねこの乗り心地のマナーとかギャップをね乗り越えた時のダンパーのストローク量とかね、そのあたりはほぼ変わらないですね。ですから路面にねピタッと張り付いたすごく安定感が高いドライバーがね安心してドライブできるモード、とてもね安定感が高くてドライバーは自信を持ってねアクセルを踏んでいける、そういったね味付けがなされてるんですね。今ね少し踏み込んでみましたけど、アクセルカードで言ったらね 30% ぐらいでホイールスピンしましたね。これはちょっとすごいパワーだね。やっぱりこの ZF 製のオートマティックトランスミッションなんですけど、今マニュアルモードでねそれなりに走ってみましたけど、とてもねシフトアップダウンのスピードが速いですね。これねダブルクラッチの車の方がもちろん変速速度はね速いはずなんですけど、ほぼね遜色ないって言っていいぐらいシフトアップダウンも心地いいですね。あとねこのエンジン特性でね言うとね、そんなにね高回転をキープしなきゃいけないエンジンではないので、そういった部分でもね少しズボラなねシフトアップダウンが可能になっているんで、そこまでね素早いシフトアップダウンの速度はなくてもね全然気にならないですね。ちょっとこんなにねスポーツプラスが上質な乗り心地をキープしたままだと思わなかったんで、ちょっとねトラックモードも試してみようかな。はい、今トラックモードにしてみました。やっぱねさすがにトラックモードがダンピングレートが相当上がってもろにね突き上げ感も来るようになりましたね。これはもう完全にス
トリートではちょっと使いたくないレベルの足の締め上げられ方ですね。まあでもね、レーシーというよりはね、とてもスポーティーなエキゾーストノートで好感持てますね。やっぱね、トラックモードはエンジンのパワーマネジメントも変わりますね。アクセル街道は一緒なんですけど、加速力が全然変わってます。まあそれはそうですよね。この665馬力をね、フルに発揮するモードなんで、プラスでオートマティックモードで走ってみます。もうね、完全にコンフォート。先ほどね、マニュアルモードですと3速を選択してたんですけど、今オートマティックモードは5速まで上がりましたね。まあそうですよね。なんかね、マニュアルモードからオートマティックモードに変えただけでものすごく平和が戻ってきましたねそりゃそうですよね。スポーツプラスからウェットモードも試してみます。今ウェットモードに変えたんですけど、ダンパーがね、さらにもう全然違う車に乗ってるぐらい変わりますね。とてもね、滑らかで、そしてダンピングレートも非常にソフトになってるっていうことがはっきりと体感できますね。まあそれでもね、サスペンションストロークはそれほど多くはないんで、セダンのような乗り心地ではもちろんなりませんけど、でもこれだったらね、十分デートカーにも使えるぐらい上質な乗り心地をキープしてますね。本当に上質で、エキゾーストノートもね、とても黒子に徹してるというか、かすかにね、後方からこう聞こえてくるぐらいで、これでね、今ちょっと音楽はかけられないですけど、自分のね、好きなミュージックをかけながらゆったりとこうやってね、ウェットモードで流す走り、それもね、この高級感あるコックピットの中で堪能できるっていうね、まあちょっとクオリティの高さがね、ここまで高いっていうのはドライブ前は想像していなかったんで、本当に期待をいい意味で裏切ってくれて、ここまでね、高いフィニッシュレベルで仕上げてきてるとは思いませんでした。いや本当、アストンマーチンバンテージ、今このレンジのね、この価格帯のスポーツカーの中ではぶっちぎりで一番の仕上がりかもしれないですね。正直ね、驚きました。やっぱね、らしく走らせるには自分でパドルシフトをね、操作した方がいいですね。でね、メーターの表示、ちょっと今カメラでね映ってないんでわからないと思うんですけど、スポーツプラスにするとこの液晶メーターのバック表示がね、赤くなるんですよね。でスポーツモードだと黄色くなって、で今ウェットモードはね、ブリティッシュグリーンカラーになってます。これすごくこの色合いいいですね。普段なんかウェットモードで走りたくなりますね。